プラトンです。今回は TikTok でボコボコにされたことについて話していこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速始めていきましょう。TikTok の闇。実は僕、2ヶ月前から TikTok 始めました。そして、一番最初に上げた動画。それは、死なないでくださいのショート動画を上げました。なぜその動画を上げたかというと、YouTube で思った以上に反響がありまして、多くの高評価をいただき、嬉しいコメントもたくさんいただきました。なので、まず最初の1本目で、死なないでくださいの動画を出そうと決めました。そして、TikTok にルンルン気分で、よし、まず最初の動画、どれぐらいの反応があるかって出したんですよ。そうしたら、半分ぐらいアンチコメントが来ました。YouTube と真逆な反応が来て、とても驚きました。もちろん、嬉しいコメントもいただいたのですが、想像以上にコメントも多く、再生回数も1本目だったんですけど、今現在2万回近く再生されています。ありがとうございます。そして、ここで僕は一つ疑問を持ちました。なぜ YouTube の TikTok でこれほどの反応の違いが出たのか考えました。そして僕の結論をお話しします。比較的 TikTok は新しい SNS です。そして新しいものには若い方が集まると思います。ここで僕は一つ悲しい現実を突きつけられました。それは若い方にネガティブな感情が集まっていると感じました。それは嫌なことがあったり、辛い思いをして苦しんでいる方がいると思うのですが、SNS が広まったことにより、ストレスのかかり方がさらに大きくなったのではないかなと思います。もちろん、SNS を僕は発信してるので、SNS をもっと健全なポジティブなものに変えられたら嬉しいんですけど、なかなか SNS から変えるのは難しいなと感じました。もちろん僕も SNS で頑張るんですけど、今僕がここで伝えられることは、現実の世界から変えることを、僕一人では難しいかもしれませんが、いろいろな方で努力をしていったら、ちょっとずつ変わってくるんじゃないかなと思います。なのでまずはじめに、TikTok の闇というお話で、若者のいる環境でネガティブな感情が集まっています。そして SNS から変えるのは難しいと感じております。なのでまず、現実の世界から変えることを僕たちは努力しなければならないのではないかと思います。では、次の話に行きましょう。僕たちが若者にできること。これからの未来は若者が担っていきます。だからこそ、僕たちは若い方に何を伝えられるのか、そして何ができるのかを考えなければなりません。今のところ、僕の結論をお話しさせていただきます。僕が今、若い方に行っていることは、誠意を持って接する。そして、若者の努力を認める。承認する。それが、今僕たちができることなのではないかと思います。今の世の中は、自分の 100% の意見を言うことや、全く我慢しないことが正義になってしまっていると僕は思います。そして、SNS により、議論が活発になりました。若い方は、朝から仕事をして、仕事を頑張って、仕事が終わった後、SNS を開きます。ですが、その SNS には、ネガティブな感情が多く集まっています。せっかく仕事が終わった後なのに、さらにストレスを溜めることになってしまっています。僕は、ここで思いました。ここ最近、自分を主張することに偏りすぎているのではないかなと思います。だからこそ僕たちは若い方に何ができるのか。ここで対立することが正義ではないと思います。よく、最近の若者はという言葉を耳にします。ですが、その最近の若者はという言葉は、数百年前からあります。なので、その言葉を使って否定するべきではないと僕は思っております。今僕たちができること。若い方たちに誠意を持って接する。そして、若い方たちは努力をしてます。なので、その努力を認める、承認することが大切だと思います。そして、年配の方の方が若い方よりも SNS を触らないのは明らかだと思います。そこを考えると、今の若い方のストレスのかかり方は尋常じゃないことになっております。それを少しでも頭の隅に置いておくと、若い方に優しく接することができるのではないかと思うので、何か若い方が悩んでいたら、誠意を持って接することが僕たちのできることだと思います。そして、最後に若い方に辛い話をします。あくまで僕の意見なので、無理はしないでください。では次の話に行きましょう。TikTok やめた方がいいかもしれない。まずはじめに TikTok はめちゃめちゃ面白いです。確かにハマる理由わかります。ただ、先ほども話しました。今の TikTok
TikTok には若い方が多すぎる。そしてネガティブな感情も多すぎます。仕事で僕たちはストレスを溜め込む生活をしております。それなのに SNS でネガティブな感情にさらされると自分までネガティブになってしまうんです。特に TikTok に関しては YouTube と TikTok 同じ動画を僕は上げました。そして他にも動画をもう2ヶ月上げています。そこを含めてTikTok の方がアンチコメントが圧倒的に多いです。なのでネガティブな感情が多いです。今一度やめるという選択は難しいかもしれません。控えることを考えてみてもいいかもしれません。僕はそう TikTok に対して感じました。そしてもう一つ、ここは僕の YouTube を見ていただいている方だと納得していただけるお話になると思います。YouTube はほぼほぼ検索で皆さん何かを見ると思います。何か知りたいことがあったら文字を入れて検索をします。ですが TikTok は検索という機能よりレコメンドという機能の方が働いていると思います。簡単にご説明させていただくと、視聴時間によって好みを割り出し長時間視聴させる戦略をとっております。ちなみに僕の場合なんですけど、ホストと板客のバトルが出てきました。めちゃくちゃ面白いです。それが僕の好みらしいです。ですが僕が成長するために必要なことではなかったと思います。ただ唯一そのホストと板客を見て学べたことがあるとすれば、ホストの板客に比べたらアンチコメント可愛いなと思えるようになりました。メンタルが強くなりました。そういうのも含めて楽しかったんですけど、延々に流れ続けるのでめっちゃ時間奪われました。しかもやめようと思ってるのになんか見ちゃうんですよね。なので僕 1,2 週間 TikTok1 日1時間以上見てたと思います。ものすごく反省しております。なので時間も奪われて、しかも自分の成長につながらないものを見てしまうので、ここはなるべくやめるまでいかなくても控えた方がいいかなと感じました。そして今僕がどのようにTikTok を使っているかをお話ししようと思います。僕の場合は動画をアップロードするときだけ TikTok 使っています。そして動画を上げたら TikTok を消します。また動画を上げるときにわざわざダウンロードをします。そして動画を上げたらすぐ消します。これでやっと TikTok 見なくなりました。それぐらい TikTok 見てしまいます。正直今僕の YouTube を見ていただいている方に僕の TikTok を見てほしいとは思いません。YouTube のショートを TikTok に上げてるだけなので、全然 TikTok は興味を示さなくていいかなと思います。僕もあくまで一つの戦略として正直使ってます。それ以外で TikTok を使うかといえば、もし僕がこういう配信者じゃなくてプライベートで使うかと聞かれたら絶対使いません。それぐらい TikTok は面白くて時間を奪われる SNS だなと感じました。なので最後に若い方に TikTok をやめた方がいいというのはものすごく言いにくいことです。なのでこれはあくまで僕の意見で、もうやめろなんて言いません。本当にちょっとやめた方がストレスがたまらなくなるかもしれないと感じました。時間を忘れるぐらい面白いですが、ネガティブな感情も多い。そして嫌な思いをしてしまう方もいると思います。ちょっとずつダメージを受けてしまっているかもしれません。なので今一度 TikTok との向き合い方を考えた方がいいかなと思いました。はい、今回 TikTok でボコボコにされましたというお話をさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか？僕自身も TikTok をやって改めて学べたこともあって、そして一番感じたのは YouTube と TikTok 両方とも SNS というくくりであるにもかかわらず、思った以上に中身が違うなと感じました。それは人も違うし、会話も違うし、再生される動画も違いますし、本当に何もかも違うなと感じて、とても新鮮な経験をさせていただきました。そして僕自身 TikTok をやり続けていますが、正直先ほども話しました。僕は YouTube がメインでやっております。なので YouTube を見ていただいている方は TikTok 全然見なくていいです。どちらかというと若い方へのアプローチとして使わせていただいているレベルなので、つい最近コメントも TikTok では返さないという方針にしました。 YouTube だけでコメントを返すように決めました。それぐらい TikTok に時間を使いすぎると自分の成長にも良くないなと感じたので、皆さんももし TikTok 使っているのであれば少し控えた方がいいかもしれませんし、使ってないのであれば使わない方が今のところいいと思います。僕はそう
感じました。そして今の世の中にはネガティブな感情が渦巻いていますが、僕たちはもっとポジティブになれると思います。もっと楽しく幸せに過ごせると思います。それは人が思っている以上にネガティブなことばかり起こっているわけではなくて、意外と楽しいことが現実で起こっています。今日一日を振り返った時に、僕たちはそこまで嫌なことがありましたかと考えた時に、そこまでないと思います。もちろん毎日毎日嫌なことがあるのであれば、その環境から離れなければなりません。そして知識を学ぶことによって世の中への見方が変わります。僕は変わりました。そして想像以上に世の中の方は優しいと YouTube をやって感じました。YouTube で色々なコメントをいただいて嬉しい言葉が圧倒的に多いです。もちろんたまにアンチコメントありますけど、全然気にならないぐらい嬉しい言葉の方が多いので、世の中はこんな捨てたものじゃない、もっと楽しく光を見てもいいんじゃないかなと僕は思います。今回 TikTok の話をしたんですけど、他にも色々なお話をしています。皆様の心に何か伝わるものがあればいいなと僕はいつも思い動画を作っているので、何か心に感じることがありましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回はこの辺で終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。